ここまででですね、エネルギーセンターなぜ大事かとか、ポイントっていうことをお話ししたんですけれども、まとめますと、エネルギーを感じるところ、出すところだっていうことと、意外にここで大事だったことは、なんで点じゃなくて、空間と共鳴して、初めてエネルギーセンターっていうのは活性化するんだっていうことですね。それがハートもそうなんだけれども、エネルギーセンターもそうだよということだと思います。うん。で、もうそれ自体が実践のポイントということになりますけれども、意味はですね、えーこれまで取り組んできた、実際の実践とか体験ですね。そういエネルギーセンターの活性化ということで、それについて、澤さんに聞いてみたいと思うんですけど、これまでの、エネルギーセンターの活性化体験、実践体験というと、どういったことがあるでしょうか？やっていたのは、アセンション瞑想を毎晩、こちょっとですね、アセンション瞑想というのは、このチャンネルではおそらくそうですね。初めて出てくると思うので、アセンション瞑想という瞑想を、ツールとしてエネルギーセンターがやってるってことだと思うんですけど、じゃあ、アセンション瞑想についてちょっと解説をじゃあ、お願いします。はい。まず、自分をすごく、草原の中に置いて、すごくクリスタルにして、そこから、リラックスするところから始めて、で、自分が草原の中を歩いていて、あの歩いていくと、そのクリスタルの神殿に到達するんですけど、そのクリスタルの神殿が、この第1、第2、第3、第4っていう、階層があって、初めがその赤の神殿っていう。で、そこに入って、で、その赤の、その絵の具じゃない光線のエネルギーに、もうどっぷり使って、エネルギーを感じるって。で、そこで、その自分のその第一チャクラと連動して共鳴して、で活性化していく。でどんどん上がっていくっていう、うん、まあそんなところです。はい。はい。で、そうした、実践をされて、実際に感じられたこととかはどのようなことでしょうか？それで私は夜にやっていたんですけれども、でそこであの7まで行って眠りにつくって言って、そうすると夢で実践してるっていう感じになって、でそのハイヤーセルフかなんか知らない、わかんないんですけど、なんかその伝えてくれるものがあったりとかして、それはすごいびっくりすることもあったんですけど、で、ハイヤーセルフとのコンタクトっていう、お手紙を出すっていう感じでやっていて、その返事が来るっていう、あのことを重ねていってました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずこのアセンション瞑想というのがあるんですけれども、これは、正式年次が、オープンコンタクトアカデミー、の、正規メンバーになると、正式伝授が可能っていうものではあるので、そういったものなんですけれども、ざっくり言いますと、いくつか特徴があって、結局ですね、先ほどお伝えした、2つのポイント、プラス、もう一個の第3のポイントっていうのを、瞑想にしたものですっていうことなんですね。で、1つ目のポイントがハートですね。
ハートが活性化すると、他のエネルギーセンターが活性化するってことなので、だから、つまり、ハートは常に意識しているってことなんですね。エネルギーセンターの活性化だとね。例えば、だから第一チャクラを意識するときも、第一チャクラだけを意識しても、活性化しないと。まあ、第一チャクラをフォーカスしてくださいみたいな誘導の時も、まあ、ハートをやってるっていうのが、ハートを大事にしてるっていうことだと思うんですね。それはまあどのようなエネルギーワークでもまあ同じだと思うんですよ。何々どこどこにフォーカスしてくださいっていう時でも、いつもハートをやっているっていうのがハートを大事にしてるっていうようなことだと思います。で、これが一番単純なことなんだけれども、でも結局一番深い法則だっていうことですね。そうまあ、例えばだから規定なら規定にフォーカスしながらもハートをやっている。自然界なら自然界って外の方に行きながらもハートを感じているとかっていうのが大事っていうことですね。結局一番重要なのがそこです。で、第二のポイントが、点々点々だけじゃなくて、外の世界。自分の内側のチャクラだけじゃなくて、外側にも美しい世界を作り出すっていうことなんですね。作り出すっていうのは、どうやってっていうことになるんだけれども、イメージするっていうことが、作り出すっていうこと。ですから、草原になったり、まさにこういう場所を、こういうって言うと文章だと伝わらないですけれども、本当に自然が豊かでいろんな色彩があってっていう中に自分がいるっていうことが、意外にですね、大事なことなんですね。で、第3のポイントというのが、クリスタルの神殿化と言いますけれども、クリスタル化ですね。うん、で、これも非常に大事なポイントで、クリスタル化っていうのは割と自然界を意識、した時点で半分ぐらいそうなるっていう感じですけれども、クリスタル化の時点では、いろいろ入れるというよりかは、シンプルな方が、なんていうのかな、すっきりするみたいなところがありますので、そのアセンション瞑想というツールがですね、本当に草原、プレーンなんですね。なんていうのかな、本当にシンプルで純粋な草原っていうのを、意識したりしますけれども。なおかつ自分のボディもですね、クリスタルをイメージしている。でも、クリスタルも結局自分のボディだけがクリスタルだと自分だけなので、外側もクリスタルですね。でそのためにクリスタルの神殿、あるいはこういった山が、本当クリスタルになってるみたいなんですね。あのなんか水で言うとクリスタルガイザーの山みたいな感じかもしれませんけれども。この3つは大事ですよと。ハートが中心ですっていうことと、内側のエネルギーセンター、チャクラだけじゃなくて、外側の色彩の世界を作り出す。それは美しい世界をイメージすること。それからその状態っていうのはクリスタルの神殿になってやるっていうことなんですよというですね。それを盛り込んだものなんですけれども、はい。それが今のこれのアセンション瞑想の説明ということになりますが、澤さんのお話で一つ感じたのが、この夢という話ですね。夜見る夢ですね。で、瞑想はよく朝やるといいとか、夜寝る前やるといいとかね、ありますけれども、いわゆるこの夢の次元、夢を見ている時の、次元というのが、アストラル次元ってですね、いうふうによく言われますけれども、エネルギーセンターはそこの次元に、つながっている感じっていうことだと思います。だから、そういったエネルギーを感じるっていうツールとして、今、澤さんの実感、実践は働いているのかなと思います。で、次の質問なんですけれども、それをやって、
なんかこういう効果を感じたとか、そういったことはありますか？効果ですか？うん。いや、ハイヤーセルフと、あの、つながりが強くなったなっていうのは感じます。うん。それが第一の効果かなって思います。うん。うん。それは素晴らしい効果ですね。確かに、この、アセンション瞑想というのは、エネルギーセンターを活性化しながら、一番メインの目的がハイヤーセルフと、コンタクトする、っていうことですけれども、そのように感じているっていうことは、その効果が出てるっていうことですね。でそのツールとしてハイヤーセルフへのお手紙っていうのがありまして、それをさっきちょっと私が言い忘れてたんですけれども、ハートで手紙を書くんですよね。でもそれっていうのは言ってみれば、よく、平先生であったり、ライオカ先生、あるいはバシャールに Q&A をね、こうするのを自分バージョンっていうことですね。自分のハイヤーセルフに、手紙を書く。Q を書いてもいいし、別に Q 無理にないんだったら、なんかメッセージとかね、伝えてもいいと思うんですけれども、うん、そのツールにもなってるっていう、ことかなと思います。うん。あとは、何か質問とか、このアセンション瞑想であったり、エネルギーセンターの活性化であったりについての質問、とかはありますか？起きがけになんかすごく鮮明ななんか、ここう、ハートでかなんかもう本当になんか耳元でささやかれるみたいな感じの、声が聞こえたりするんですけど、それはハイヤーセルフでしょうか？ご自身ではどう思いますか？ハイヤーセルフだと思います。うん。じゃあ、ハイヤーセルフだと思いまあ、す。そうです。私もそう思います。はい。ハイヤーセルフですね。はい。なので、その実践によってハイヤーセルフとの、つながりっていうのを、深めているっていう、ことだと思いますね。